ワールドラバーで大ヒット。リピーターが続出。レシーブが楽しい。究極のチャンスメイクラバー。アポロ5超極薄。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとですね、今日は下川さんに来ていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。本日は今更聞けない表ソフトラバーの基礎知識。今回はこの裏ソフトラバーと表ソフトラバーの、知識、ラバーの特性っていうのを説明して、でそこでこういったプレーがやりやすいよ、相手にとってこういうプレーはやりづらいプレーになるよっていうところを紹介できたらいいかなというふうに思います。まず裏ソフトラバーと表ソフトラバーの大きく違う点は、まず摩擦力ですね。回転をかけれる能力であったり、相手の回転に対する反応っていうのがまず全然違いますよと。裏ソフトラバーの方が回転がよくかかって相手からの回転がよく効いてしまうというわけなんで、自分からすごい切れたサーブも出せるし、相手からすごくかかったドライバーが来たら、回転がすごく反応してしまって飛んでいってしまうみたいなことが起きると。それが表ソフトの場合は少し裏ソフトよりその回転の反応であったりとかかけられる最大値がちょっと鈍感ですよというところがまず1点と、あとは主に反発の速さですね。球が向こうから来て当たった時にポンって跳ね返りの速さが基本的には表ソフトの方が速くて、裏ソフトの方がちょっと少し飛び出すのが遅い、このような違いがあります。じゃあそれを踏まえて基本技術的なところをまず、このような違いがあるよというところを紹介していきたいと思います。はい。はい。じゃあ表でいきます。そしたらじゃあ結構切れた横回転ブチってこの辺出してもらって、そしたら同じような感じで出して。はい、じゃあ表でやります。入りやすいね。入りやすいね。はい。はい。じゃあ表でやります。はい、お願いします。難しい。はい。はい。じゃあ表ソフトで、じゃあ表ソフトでいきたいな。ちょっとピュッてね。
あー、ごめんなさい。一人ね。続いて、表ソフトの私が考えるいいプレーっていうのを紹介したいと思います。近いところから球離れが速いっていうのと、サーブは短いの出してもらって、重くそビシビシにフォア前ストップするんで。ちょっとこう恐る恐るつっついてもらっていいですか。そしたら3球ピュッてドライブしに行くんで、はい。もう一回じゃあこの辺にちょっと続いてもらって、そしたらもう一回続き返すんで、ちょっとああみたいな。やべやりづれ。オッケーってなって。やべやりづれ。おお。おお。基本的には近いところ、相手がショートサーブ出してきたらストップとかつっつきで、この反発力の速さとこうナチュラルな回転の変化で相手を苦しめたりとか、卓球台の中でこう思い切りこう攻撃をしていくとか、こういうようなところを卓球台の近いところでこの反発の速さとナチュラルな回転の変化を生かして戦うっていうのが一番こういいのかなというふうに思っております。逆にこの表ソフトの弱点というか、ちょっとやられて嫌だなっていうところの紹介に移りたいと思うんですけれども、それは思いっきりこう長く打たされて台から下げさせられること。やっぱりそうするとこのラバーの特性である反発の速さとか、逆にこの回転が強いラバーが出る、ようなものではないので、やっぱりこうちょっと棒球とかゆっくりな球になってこうどんどん攻められてしまう、表のいいところが出せないまま終わってしまうのかなっていうところがあります。ぐちさんありがとうございました。はい、今回は今更聞けない、知らないと恥ずかしい表ソフトラバーの基礎知識ということで紹介させていただきました。本当すごくざっくり言うと、裏ソフトよりも回転がかからないとか相手の回転が効かない、反発飛び出しの速さが裏ソフトよりも速い、そういったところを生かしたプレーをしていけば、表ソフトの戦い方、卓球相手に対していい面で戦えるかなと思いますし、逆にそこが使えない、下がりすぎてしまうとか、回転をかけなきゃいけないところにこう下げさせられてしまうとかってなってしまうと、この表の良さ、表攻撃ですね、今回は攻撃の良さっていうのが出てこないかなと思いますので、ぜひ今回のこのラバーの基礎知識プラスこの戦い方みたいなところを参考にしていただければいいのかなというふうに思います。今回はご視聴ありがとうございました。海外発送スタート。
世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。